YouTube, and one day I came across this funeral on YouTube, and I lost it for about a week. Last week, Morgan settled a lawsuit with Walmart, which owned the truck that slammed into the back of his limo on the New Jersey Turnpike. Morgan suffered head trauma, a broken leg, and broken ribs. He was on the Today Show this morning. Taxpayers have paid $20 million in Social Security benefits to suspected Nazi war criminals. This is according to a government report due out later this week. Many lied about their past to get into the U.S., and some even became Americans. I'm Rita Foley, AP Radio News. From the Fox Sports Studios in Los Angeles, here's David Gascon. We are underway at the fourth round of the French Open. We might have another upset on our hands. Serena Williams is scoring off against Sloane Stephens. Stephens took the first set 6-1. They're locked up in the second set 3-3. As for the upset today, number 2 seed Maria Sharapova had her 3-year streak of reaching the finals snapped. She got beaten straight set 7-6 and 6-4 by Lucie Shapovalova. As far as on the men's side, Roger Federer got by Gael Monfils 6-3, 4-6, 6-4, and 6-1. On the court right now, Andy Murray is locked up with a tight one with Jeremy Chardy. 6-4, 3-6, 6-3. He leads 2-1, but trailing in the fourth set, 3-1. In NASCAR, Jimmy Johnson won the NASCAR Sprint Cup Series at Dover Speedway. In Major League Baseball, Angels beat the Tigers 4-2 to complete a 4-game sweep of Detroit. AFM The Eagle. We guarantee we won't play a song until the previous song ends. Are you serious? Serving America's best.
2つの疑問点というのがまずここにあって、まあ、1つはそもそも何がこの存立危機自体に当てはまるのかっていうことの具体性が国民とまだまだずれているところがある。それをまあ詰めてくれと、それが分からないよ、抽象的だよって話がある。で仮にそれが詰まったとしても、それに対して当てはまったからといってやるわけではないと今は安倍政権は言ってるんだけど、今後の政権がどういう態度を取るか分からないわけですよね。そうしたその空白に結構委ねるっていう議論が、これ秘密方法の時もそうだったんですけど、残してしまうとあらかじめそういったことをもう想定しない議論をするんだったら、法律でかなり限った上で議論するっていう手続きをなぜ踏まないんだっていう疑問点が。だからやらないんだったらやらないことを法律に列挙すりゃいいんですよ。後で変えればいいんだから。嫌い総会しかしないというのであれば、嫌い総会法みたいなことだけに限定をして決めますと、それしか想定してないっていうんだったら、私なり一晩で起案しますよ。そうですか。だそうです。だから結局フリーハンドが欲しいっていうのがやはり明らかに本音なんですよ。でもっと言えばね、これ後で議論出るかもしれないけど、やっぱりこれはアメリカなんですよね。で要するにアメリカが、いろんなところで、ちょっかい出してるから攻撃を受けたりした時に、日本が、それに、それは自衛隊でも何でもとにかく参加できるという状態を作っておきたいと。でもあえてアメリカっていうふうに歌うと、すごく露骨だし、しかも南シナ海とかを考えるとオーストラリアも、イギリスが最近ねアメリカからちょっと引いちゃったんで、オーストラリアはアメリカに引き込んでるから、オーストラリアっていうことも考えられるので、一応日本とか関係の深い国とかって言い方をしてるんだけども、で結局アメリカから頼まれた時に、じゃあもう皆さんに聞きたいけどね、アメリカからここはぜひ日本に協力してほしいって言われた時にね、日本がいやそれはできませんねっていうので、ある人たちの見方からすれば存立危機なんではないかと、日本の、っていう話なんじゃないかっていうのが、僕は一番ずっと不審に思ってるのかな、存立危機っていうのが、だから日本の国際どこにあるのかみたいな話になってくるんだけどね、これはね。でも存立危機っていうのはもっと本当は大きなことだけど、今ここで言ってる存立危機っていうのはアメリカから頼まれてたらノーと言えないでしょと、ことを言ってるだけにしか聞こえない。でそもそもこの法案当初アメリカに約束して言ってるこれ法案なんだからね、本当はね。それも含めて言うと、どうも存立危機事態というのはアメリカがやはり助けろって言ってる時に日本が助けられるようにするための法律っていうふうに、どうしても見えてしまうんだけど、それでね、その存立危機だけでなくて後方支援の方がもっと緩いはずなんですね。それでいわゆる重要影響事態と言われている後方支援をするための要件で、それは存立危機自体はその内側にあるという当然その間議論があるんですね。だから何も戦闘そのものをしなくても後方支援は